世界のジャパンチャンネルへようこそ。未だ不穏な状況にある日韓関係。日本製品の不買運動が起こったことも記憶に新しいところです。そんな中、日本の店舗が撤退した韓国の商店街にある変貌が起こり、話題になっていましたので、海外の反応と合わせてご紹介します。2019年7月より日本が始めた韓国の半導体素材3品目に対する輸出管理強化措置を受け、韓国の人々がこれに反発し、日本製品の不買運動、いわゆるノージャパン運動が韓国国内で起こりました。実は韓国による日本製品の不買運動は今回が初めてではなく、日韓関係が悪化した際に過去幾度となく繰り返されてきました。そして途中で挫折し、あっという間に終わるのももはやお約束。しかし韓国の市民団体は今回こそは本気で脱日本に取り組んでいくと強い決意を表明。輸出規制が解除されない限り不買運動を続ける方針と発信しました。しかしそんな中、韓国の本土でノージャパン運動が引き起こしたともいえる珍事が起こったのです。ソウル市内の本土は韓国の学生街としても有名な繁華街でトレンドの発信地でもあり、日本で言えば渋谷や原宿のような若者中心の街。そんな本土にはうまい京都という名前の人気の日本料理店がありました。韓国のグルメサイトにも頻繁に掲載されるような話題の店で、日本の木造建築物を真似た2階建ての作りで、美味しい日本料理が若者を中心に大人気でしたが、ノージャパン運動により客足が激減し、あえなく閉店へ追い込まれます。その跡地に登場したのが、なんと癖が強すぎる北朝鮮風の酒場。建設工事中の店の外壁には、キム・イルソンとキム・ジョンイル親子らしき肖像画が描かれており、その周りを取り囲んで泣く女子学生たちも共に描かれていました。さらに、朝鮮の国旗まで飾られ、壁には、見よ、これが平壌酒場だのハングル文字。これにはさすがの韓国の人々もドン引きだったようで、あまりのひどさに住民の陳情で警察が国家保安法違反を検討する事態となり、北朝鮮風酒場のオーナーである韓国人は、その後、肖像画を消すことを表明したとのこと。実は、この韓国人オーナーは、今まで日本料理店を経営していましたが、閉店を余儀なくされ、それならこれはどうだと思い切って北朝鮮をコンセプトにした店を作ってみたそうです。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。韓国は日本を排除しようとするから、そんな返り討ちに遭うんだよ。このオーナーもせっかくうまくいってた商売を潰されて相当腹が立ってたんだろうな。はっきり言って不買運動は無意味だと思うよ。韓国のこの行動は理解できるけど支持はしない。両国のメリットにならないのに韓国人は感情的になりすぎなんじゃない？イギリスやフランスでヒトラーの宮を作るようなものだね。敵国の旗を首都のど真ん中に作るなんてユーモアのレベルを超えてるよ。さすがにやりすぎよね。ちょっとそのセンスは疑うな。韓国の人たちは日本のものがいらないのか。じゃあ日本のビールとスナックをマレーシアに送ってほしいよ。サムスンがソニーのレンズを使用していることを彼らは理解していないようだな。ノージャパンで韓国経済が破綻してもアメリカに助けを求めてこないでね。自業自得なんだから。ノージャパンをしていいことは何もないって韓国人は気づいてるのかな。韓国内の経済が死んでいっただけなのに。そもそも韓国国民のほとんどが日本のアニメを見て育ったのに、反日運動をする理由がわからないよ。今はノージャパンではなくノーチャイナが主流じゃない？韓国以外の国の人々は韓国人の日本製品に対する魔女狩りのような集団ヒステリーを笑ってるぞ。以上が海外の人々の反応でした。
今でも停戦状態ともいえる北朝鮮風のお店を大々的に韓国で出すのはやりすぎだという意見もありましたが、そもそも韓国のノージャパン運動自体に疑問を持つ人が多いようです。韓国で行きません、買いませんをスローガンに始まったノージャパン運動。当時、コンビニと大型マートからは日本産の酒類、食べ物が姿を消し、日本ビールの輸入は前年比 80% 以上急減しました。メイドインジャパンという理由だけで標的にされたユニクロは一部店舗が閉店し、訪日韓国人観光客も大幅に減少しました。ところが約3年が過ぎた現在、新型コロナウイルスによる入国制限の緩和と円安の影響も相まって韓国国民の日本旅行需要は急増しているようです。韓国旅行大手花ツアーでは2022年6月の日本旅行予約率が前月比 625% 増加し、日本航空の2022年11月から12月の日本行き国際線の予約も9月中旬と比べて約3倍に増えました。日本ビールの輸入もノージャパン運動以前の水準に回復していて、日本食品の輸入の需要も戻ってきていることがわかります。ノージャパンが下火になった理由は、コロナの流行により自然と国民の関心がそれたと言われていて、それを裏付けるように、最近は韓国では様々な J、日本コンテンツが大ブームとなっているほどです。どんなものが話題となっているか、その中の一部をご紹介します。まず一つ目は、ポケモンパン。ポケモンのパッケージの菓子パンが2022年2月に16年ぶりに韓国で再発売されると、20代から30代の間で懐かしいと大反響を呼び、ポケモンパンを求めて開店前の店に客が長蛇の列を作るオープンランが起きるほどの社会現象となりました。韓国のオープンランとは、もともと新型コロナウイルス流行で海外旅行に行けなくなったために起きたリベンジ消費で見られるもの。例えば、ブランド物のバッグや時計、スニーカーなどの高級な限定品を手に入れようと、デパートの開店前に並んで売り場にダッシュする行動なのですが、これと同じことが菓子パンでも起こったのです。ポケモンパンは全国で品切れが続出し始め、その人気が長期化し、報道が過熱していくと、ポケモンのアニメに馴染みが薄い10代をはじめとした子供たちにも人気は飛び火していきました。子供たちの心を掴んだのは、この菓子パンに同封されているポケモンのキャラクターのシールで、珍しいシールが欲しくて次々にパンを買おうとする現象が起きて、人気にさらに拍車をかけているようです。二つ目は映画ザ・ファーストスラムダンク。高校バスケットボールを題材にした人気漫画スラムダンクのアニメーション映画であるこの作品。日本で2022年12月に公開されたのに続き、韓国では2023年1月4日に上映が始まりました。韓国での観客動員数は1月27日にトップになって以降、19日連続で1位の座につき、累計では300万人を突破。日本のアニメ映画では、新海誠監督の君の名はに次ぐ歴代2位に上りました。映画を上映している韓国の映画館運営会社の集計によると、観客の 60% 余りを30代と40代が占めていて、少年時代や学生の頃に作品を読んだという世代を中心に人気となっています。また、公開からしばらくすると、SNS やメディア、それに周囲の人からの評判を通じて、10代、20代の観客も増え、何度も観覧する人がたくさん出てきています。3つ目は、サントリーのウイスキー、角瓶。韓国においてもコロナ禍により家飲みが広がったようで、その際に家でハイボールを作って飲む若者が急増しました。韓国関税庁が発表した統計によれば、日本のウイスキー輸入量は2018年から20年の60トンから70トン台から21年には 142.4 トンに激増。この火付け役の一つとされているのが、韓国で放映されている私は一人で暮らす
という芸能人の私生活密着番組。その番組内で女性コメディアンのパク・ナレさんが自ら作って飲んでいたというハイボールにアールグレーシロップを加えた飲み方が注目を集めたことが人気のきっかけとなったようです。とはいえ、韓国には国産の有名なウイスキーブランドがなく、ウイスキーはほとんど輸入に頼っているのが実情。ハイボール用のウイスキーだと、韓国ではアイリッシュウイスキーのジェムソンやバーボンウイスキーのワイルドターキーなども人気ですが、角瓶は欧米のウイスキーと比べると味が優しく、レモン果汁とも合うと韓国の人々の間でも評判で、ひときわ好まれるようです。一方、日本国内でもコロナの巣ごもり需要でウイスキーの売り上げが増えていて、そのためサントリーが韓国への角瓶の出荷を制限したことから、韓国国内では慢性的に品薄となりました。店頭に並ぶ数少ない商品も1本で約4730円と、日本国内で売られている価格の約3倍に高騰している場合もあるようです。このように韓国では個人のレベルではすでにノージャパン運動は終わったような動きを見せています。韓国はユン・ソンニョル政権に変わったこともあり、日韓関係も少しずつ好転していくかもしれません。今後の動きにも注目していきたいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションは白鳥さんがお送りいたしました。